おまけ動画9感激の感想シリーズカルテット3。今回は主催のいおりなつおさんからお誘いをいただきまして、ソルティロック 25th ステージカルテット3を配信にて見させていただきました。はい。いおりさんは去年の秋に、ハイネコで脚本集を出したんです。はい。文学フリマで脚本集を頒布した時にそこに作品を出していただきまして、そこからのご縁で今回お誘いいただきました。いやでもね、別にソルティさん初めてじゃないな。一緒に見に行ったね、エソラでやってたさ、古川ゆかりが出てた時に、あれがソルティさんの公演で、そこに確か外部演出で前回の感激の感想シリーズでやった獣の仕業さんの主催さんが演出で入ってたの、確かその時。で音響と舞台監督を新さんラッシーさんがやってたはず。今回はですね、短編集ということで全部で3本の作品をやっております。はい。3本短編集ということで出演者さんもそんなに多くないんですよ。なんだったら全員劇団員さん。劇団員さんは何人ぐらいいるんですか？5人ぐらい。すごいですね。灰色猫の5、6倍。灰猫は別に募集はしてないんでなんで複数の役をやってる役者さんっていうのがすごい多かったんですけど、すごいなんかね、全然作品ごとにみんな雰囲気が違くて、いやなんか当たり前だろって思うかもしんないけど、当たり前じゃなくないって思ってるのね。その人の個性で勝負してるような人も結構いたりするから。でもなんか小手先で役を変えるとかじゃなくて、例えば声色変えるとかっていうことじゃなくて、本当になんか雰囲気が全然違うっていうことをちゃんとみんなやってらっしゃったんで、すごいなと思って見てたんですけど、1本目が歌う骨の記憶という作品で、作品の前に主催であり脚本家であり演出家であるいおりさんが出てきて、こういう作品ですよみたいなことを喋って始まるんですよ。ここで私ちょっと恥ずかしながら初めて知ったんですけど、メリバっていう言葉を聞いて、知ってる？メリバって。ああ、知ってますなんで嘘つくのそれ。メリバー、ね、そこでさ知ってるとさ話進まないじゃん。じゃあ教えてよ。僕もよくやります。メリーバッドエンドっていう言葉があるらしくって、他から見たらバッドエンドなんだけど、その人にとってはハッピーエンドみたいなことを指すらしいんだよね。メリバはそのメリーバッドエンドの略？メリーバッドは分かるんですけど、エンドどこ行ったんですか？ハッピーバと一緒で。あれはバースデーっていう一つの単語だからハッピーバでいいんだよ。でね、内容的にはなんかオカルトとかの雑誌かなんかの記者が2人いて、女の人がちょっと出るらしいみたいなところに行って、実際になんか幽霊っぽい男性と出会ってしまうみたいな話なんです。実際にはちょっと幽霊とはちょっとだけ違うんですけど、でね、一番頭で喋ってる内容っていうのが迷惑系 YouTuber の話なんですよ。ここで出てくるその迷惑系 YouTuber の名前が3本目の作品で出てくるんです。だからお客さんは当然1本目2本目3本目って見るじゃない？だからこの1本目を見てる段階では何のことかわからないし、そんなに気に留めるような情報でもないからさらっと流すわけ。覚えてないわけ。で3本目見て、さらにもう一回頭に戻った時にわかるぐらいの仕掛けなのよこれって。だから作家さんのちょっとした遊び心だけど、それがお客さんの感激の邪魔にならないわけ。あれこれなんかさっきの作品とつながってるなみたいな、その別にいらない情報っていうのが頭によぎることなく見れる上に、作家さんは遊べるっていうこのお得なやり方。いいね。あってもなくてもいい設定ってことですね。そう配信とかで2週目とか、あと実際に現地で何回も見てる人っていうのは夫婦ってなるけど、それってまた違う楽しみ方じゃない？だから1回初めて見ますっていう人の邪魔に絶対ならないっていう遊び方をしてて、私は2週目した時におおすげえって思ったんだけど、でしかもこの女優さん2人っていうのが、片っぽがその3本目のメインのちょっと迷惑系 YouTuber に迷惑される側の人で、もう一人が迷惑系 YouTuber をやってるっていうその2人が言ってんだよ。そのなんかメタ的な設定もちょっと面白くって。でね、この作品さっきも言いましたけど、最初から出てくる男の人が人間じゃなさそう、なんか幽霊っぽそうだっていうのはめっちゃこう分かるわけ。
喋ってる内容的にね。でもね、やっぱそれに引っかかったわ。この人ね、単純な幽霊じゃなくて、駅、古いもう列車が通らなくなってしまった、廃村になってしまった駅の、なんだろうね、あれ幽霊っていうかなんか残留思念みたいな。だから誰か死んだ人の魂なのかなって思って見ていくと、やられたわってなるっていうまあ特定個人じゃないってことですね。そう、建物っていう人じゃないっていう感じなんですよ。あれだ、トイレの神様みたいなもんだ。本当にわかんない。トイレの神様わかんないから今適当にって言いました言わないと進まなさそうな気がしたから。そうだと思ってみればわかるんだけど、そうじゃないとちょっと騙されちゃうっていう仕掛けになってて、2週目の人はもう結末が分かってるから、ここにこういう情報があるのかっていうことを見ながら楽しめるっていう作品ですね、これ。一応ジャンルとしてはファンタジーなんですかね。難しいね。世界観としては別にファンタジーじゃない。だって現実の世界の中で起きるちょっとした不思議なことみたいな。じゃあ世にも奇妙な物語形式だ。に近いかもね。で2本目がリトルハーピンキーっていう作品で、これ一番最初にいおりさんが出てきて、三角関係っていうキーワードで書きましたみたいなことを言うわけ。三角関係ってなって見てったら、カフェで女の人と男の人がちょっと険悪な感じで話しているの。そういう感じと思ったんだけど、回想シーンで女の人が一人出てくるの。いろいろやり取りをしてるんだけど、もうその雰囲気、そのシーンの最初からその雰囲気で私はもう、これはやられたと思って、私の大好物ですねってなったんですよつまり、三角関係っていうのが一人の女性を取り巻く三角関係なの。だから三角関係の中心が女性で、でも取り巻くのが男女なの。男じゃないの。ゆりですこれはみたいなで、多分カフェで話してる男女の話を聞いてると、その女性は死んでしまったらしいと。で最終的にはちょっと和解っていうか、なんだろうな、ちょっと打ち解けてカフェを出てくんだけど、行こうかって言って、どこに行くの、どこかはわからないけどみたいなやり取りをするわけよ。でしかもこの作品はずっと雨が降ってて、そのカフェの店員さんをやってるいおりさんは、雨止まないと思いますよって最後に声をかけるわけ、女の人に。これってひょっとしてこの後って思って、だからなんかね、3人だよっていうようなワードとかも出てくるから、多分3人で幸せになれる場所に行ったんじゃないかなと思った。つまり世なんじゃないかと。はっきりは書いてないんだけど、ただなんか雨が止まないっていう、ちょっと一般的には不吉な描写があるから、きっと世に行ったのかなって私は見ていたんだけど。その2人がいる方が世っていうことはないんですか？でもそうすると2人がなんか亡くなった女性のことを思い返して言ってることがちょっと辻褄合わなくなっちゃうんだよね。もうあれだ、死んじゃったって言ってるんだ。死んじゃったっていうワードでは言ってないんだけど、でもなんかそういうようなことを言ってるって感じ。言葉としては言ってないけど、いやいいね、この男女でバチバチするっていうのがね、切ないよね。だからね、はーってなってもうなんか性癖にドーンってきてで3本目ですよ。作品名が突然ですが歌聞かせてもらってもいいですか？長いっすねここで我らがラッシーさんの登場です。まだラッシーさん一回も本名っていうかフルネームで紹介してないけど大丈夫ですか？新直人さんですソルティロックさんと、あとスタッフとしてはゼロスレコードっていうところに所属をしてらっしゃる方で、我々も結構いろんな現場でお世話になってるし、なんだったらハイネコのトランプをやってくれていたので、招待券出して実はうち見てくれてるんですよ、この間。トランポっていうのはトラック運転して荷物運んでくれる人のことですありがとうございます。そんなラッシーさん、ありがとうございますてかラッシーさんと知り合ってから意外ともう結構何年も経つんですけど、役者をやってるラッシーさん見るの初めてじゃないですかと思って。僕多分まだ一回も見たことないですそっか。すごいワクワクしちゃって、もう X でその情報が流れてくるとおっと思ってたんです。でなんか最初に男性3人が板ついてて、でいおりさんが解説をちょろっとして始まるんですけど、
でこれコメディだっていう風に言ってるんですね、うん、コメディとは言っているんですが、ゲラゲラワッハッハっていうよりかはちょっとシュールな笑いに近いかな。まあ本来コメディってそういうもんだと思ってますからね。あ、そうなんだ。笑わせようと思ってやってるわけじゃないから。そう、笑わせようっていうのが全く感じられなかった。悪い意味じゃなくって自意識としての笑わせようっていうのが全然ない作品だったから、すごい見やすかったんですけど、本人は一生懸命だけどそれが周りから見ると滑稽に見えるっていう意味だから、まあシュールなのは正解なんじゃないかなとは僕は思いますけどね。なるほどね。設定としては主人公の女の人がいて、ご飯が砂みたいで美味しくないって言ってるところから、実は家に迷惑系 YouTuber が潜んでいて、でその人たちが騒ぎ始めるんですよ。ラッシーさんも当然その一人で撮影担当みたいな、うん、でその撮影をさしてるわけよずっと、うん、でミュージックスタートみたいな感じで M を流そうとその YouTuber2 人は思うんだけど、そこで撮影担当のナオニーゴとラッシーさん名前そのまんまじゃないですか。そうそう、みんなそうなのが美声でね歌い始めるんで BGM をあれがねめっちゃくそおもろかったな。最初の方はそのナオニーはあんまりセリフがないからセリフが少ない役なのかなと思ったら、中盤でねどちゃくそ喋ってんのずっとナオニーのターンみたいなシーンがあってしかもなんかねちょっとね絶妙にねイラッとするキャラなのなんかでしかもねなんかこの話のオチに近い部分 YouTuber たちが帰ってくとことかも最後バラすの全部俺がやるんだからよっつって文句を言って去り際に良かったよって主人公に言って去ってくみたいなYouTuber サイドの爪痕を最後に残していくのがナオニーなんですよ主人公がその突撃される側のオタクの人でしたっけ？うん、そうそう、うん、でちゃんとこの話最後主人公がまだ食べてる途中だったご飯を食べて美味しそうに食べて終わるの。こんな迷惑なことをされたけど、最終的には自分も心の滝を歌って歌ったんだ。歌った、そうそう歌ったってかなんかラップみたいな感じ、めっちゃ長ゼリフリースタイルダンジョン的な、しかもさただの長ゼリフだったら多少途中であれって思ったのを適当に言ってもごまけるんだけど、脚本家によってテンポがあるセリフになったわけ、そうラップっぽいね、なってるから間違えられないのよセリフ。多分見事に歌い上げてましたね。だからなんかそういうのも経て最終的にはあんな出来事であれど心の使いみたいなのがちょっと取れてご飯がちょっと美味しく食べれるっていう割とさっぱりした後味のいい作品でしたねでもね最後その YouTuber さんたちが片付けして帰ってくときすっごいギスギスしてんの。めっちゃ仲悪いのよだから多分YouTuber さんたちはきっとご飯美味しくないだろうなって思って勝手にそこを対比にしてしまったんだけどで、そのまんま挨拶してありがとうございました。でラッシーさんが一人残って後説をやるんです、ラッシーさんがそこで各種 SNS で感想とかをっていう風に言ってたんで感想喋ったよ。バチクソに書いてやろうということですね。書くっていうか喋ってるからねだってはい、こちらの配信はですね4月の15日までとなっております。概要欄にも URL を貼っておきますので、もしご興味ある方はそちらから買っていただけたらなっていうふうに思います。ハッシュタグソルティカルテットでつぶやいてくださいっていうふうに言ってました。それでは今回のおまけ動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。